スモ。精鋭の兵舎を建設し新たに狩人と遊撃兵の訓練を始めた私レイム。だが兵士の刷新は終わっていない。随時入れ替えを引き続き行い、戦力強化しさらなる沼を払いのける力を手に入れるぞー。てなわけでまずは旧兵を解雇。職業訓練校で新たな技能を身につけてください。そして遊撃兵の訓練をと思ったら住民が足りぬ。遊撃兵の住民コストは2だから、旧兵減らしただけだとちと足らんな。仕方ない、面倒で後回しにしてた自立型ポンプの設置で住民確保だー。一つ自動化することで住民にゲット。足場作り直したり、地味ー。残りの工事は全カットです。糸かなし。そして10件ほど工事が終わり人員確保に成功。着実に戦力アップ。今日はあまり石材使わなかったので、タワーがかなり成長しました。限界高度まで積み上げられた石材、崩れたら周囲が地獄になりそうだな。木材タワーも各所にニョキニョキしております。無駄に木を切り続ける環境破壊。まあ土地を広げる開拓の意味もあるし。しかし街の景観が台無し。存在感ありすぎだな。そのうちなんかで使いましょ。で夕方となり波のお時間。今夜は薄い関所と隣の壁か。よく見ると隣の壁のさらに隣の隙間狙われてる。ここは石材でギッチギチだから平気だと思うけど、念のため少し兵も配置しときましょ。狩人は射程が広いから隣の壁もカバーできそうだな。さあ肝虫どもがやってきたぞ。撃ち方、始めー。沼の数が増えて今まで攻撃されてなかったところもちらほら叩かれてるが、まあ問題なさそうだな。実績ある薄い関所での迎撃だ。我らに抜かりなーし、すべての敵を一掃するのだ。数の暴力で壁削られちまってるが、まだまだなんとでもなるレベルだ。はっはっは、この程度の波楽勝でござる。と、思ってたんですけどねー。このパターンは、だー。何度同じところでハマれば気が済むんだ。このダメ虫が成敗。これにて第39の波、勝利であります。もう、階段作ったり撤去したり面倒なんだからほんとやめてよ。ポイント使えば縄文も解放できるが、そんなことに使うなら軍事力アップしたいし難儀だぜ。さて本日は石材確保のため、初期の箱根関所の解体を行いましょ。第2防衛線として残してもよかったけどな。長い間町の防衛ありがとうございました。その結果箱根関所の波の敵の進軍ルートが変わってしまい、防壁の左側に流れるルートに、地味に嫌なところついてきたな。とりあえず適当に分厚くして攻めづらい感じにしときましょ。つか旧箱根関所が敵の進路に影響を与えてたとは意外だな。壁一枚奥や空中回廊とかもあるのに、ちゃんと内部構造を理解して攻めてくるとは。肝虫な逃げに賢いぜ。ああ、こいつめ。こっそり死角となってる角叩いてやがる。撃ってイリスちゃん、階段作ったからやっておしまいなさい。もうじき波が来るってのにほんと迷惑なやつだ。うまくぞ完了いたしました。はい波来るから今度は上の防衛よろしく。人使い荒いな。はあ、階段ダッシュで太ももが。明日筋肉痛になりそう。はいはい沼来てるよ。攻撃。おっと荒い関所の敵が左右に分かれてる。配置移動して対応させねば。もう少し敵が偏る防衛施設にしたいところだな。全方位攻撃で戦力が分散している。処理を急げ敵の数が多いぞ。壁を壊される前に倒せ薄い関所の方は大丈夫そうかな？関所に来るはずの沼が隣の壁に少し流れてるせいで、少し隣の方が苦戦してそうだ。ピンチになったら援軍で。安定の箱根関所。はや、もう終わっとる。薄い隣の壁なんかはまだこんな感じだし、全方位攻撃といっても来る沼の数はバラバラなのかもね。沼の亡骸の数も少なく感じるぜ。薄い関所、殲滅完了。さあ残りはここだけだ。すべて倒して焼肉パーティーだ新鮮な謎肉はいくらでもある。好きな部位を好きなだけ食べるがいい。はっはっは、今夜も楽勝でござる。と、思ってたんですけどねこのパターンは、はいこれにて第40の波、フィニッシュです。せっかくの40の節目なのに台無しだよ。6ポイントゲット。では12ポイント使って、軍事力をアップ。部隊の数が55名になりました。もうほんと敵ハマるのなんなん。我慢できん。ここに防衛拠点を築くぞイカれるレイム、ついに抜本的解決に乗り出す。
この日のためにがっつり溜め込んだブロックタワー、今こそその在庫力を振り絞るのだ。在庫力、それはただの余ってる石の数である。てっぺんまで積み重ねたこのブロックで、最強の防衛施設を作るどう？突き指しそうなほどクリックをして石を回収したぞ。ここをビャーっと壁で塞げ。こうしてここは突き指砦と呼ばれるようになった。変な名前つけないでよ。へっへ。ブーリャー。さあマウスの左ボタンを連打するのだ。指がもげるまで。そこまでやらんよ。などとマウスを摩耗させつつもこんな感じになりそうろう。これで沼がハマっても関係なく処理できるぜ。いやここ塞いだだけじゃ迂回できちゃうよ。そうなん。んなわけでこの突き指砦の隣も壁で塞ぎましょ。狭いから塞ぐのは簡単そうだな。これでもかってくらい石ねじ込んで、攻められないようにしとこっと。仮に攻められてもある程度時間稼ぎできる作りなら、攻撃されてから兵を食っても間に合うしな。てな感じで作りこそ単純なものの、石ぎっちり埋め込んだからこれでここを攻められる可能性はほぼないかな？いざって時兵を送りやすいように空中回廊も繋いどくか。ここの部分下の岩をまたがないとなので、地味に重量制限で建設がむずし。支えがないからポロッと落ちそうで怖いぜ。こんな感じになりそうろう。これで大規模工事も完了だな。いやいやここからが本番だよ。マジか。今度は薄い関所下の鉱脈の部分も封鎖。ここ塞がないと薄い隣の壁に沼流れちゃうからね。ここも大掛かりな工事になりそうだぜ。まずは大まかに石を設置して大体の規模感を確認。完全に封鎖するなら結構でかい建物が必要そうだ。よく見たらこの辺沼の迂回ルートはなさそう。もっと手前で塞げば後ろの土地全部領土にできるし、必要建材も少なく済むかな？暗くてわからんかったがこの奥行き止まりだったのな。てなわけでこんな感じで L 字の形となりました。基礎となる地面も段差があるし、自然の地形も邪魔で少しガタガタしてるな。見た目も微妙だったから少しデコってみたよ。バリスタ兵配置するのに良さげな場所ができたぜ。こんな感じになりそうろう。なかなか重厚ないでたち、石材かなり使っちまったな。もっと石材を使わせろうわこれ限界まで育ってた石材タワーの残骸か？ほとんどなくなっちまってるじゃねえか。てっへ。あとは火力アップのための設備をホイホイ。完全に作り込むには酸素がちょっと足らなそうだな。いや酸素も無駄建築で保管してるけど回収がめんどい。おい。長時間建設作業でもう疲れちゃったよ。1日で3カ所封鎖の重労働をつ。攻撃を受けています。こら今兵を配備中だからもうちょっと待って。迎撃拠点が離れすぎで兵を一度配置したら動かすのが面倒レベルになってきたぜ。もうすぐ夜が来ます。なんとか兵の配備も間に合った。さあ今日の波の進路はどう来るかな？今日の波は全方位攻撃、新薄い関所と突き指砦のデビュー戦だ箱根と荒井関所にも来るから兵が分散しちまうな。一点集中で物量で押されるより楽だからよし、新しい迎撃拠点の出来栄えを確認するぞ波が来る前に最後に車線の確認。って足元の車角確保できてないじゃん。おいそれは作り込む前に確認しとけよ。下打ちすな。まあ右の出っ張り部分は車角取れてるから、こっちに人員多めに配置するよ。それなら大丈夫そうだな。さあ新しくなった薄い関所よ。沼どもの屍の山を築け、ここを沼の墓場にするのだ角の部分工事忘れてるぞ。狙われちまってる。なんと。まあ敵が偏る分には御しやすい。各員左に移動。敵に敵を攻撃せよ。すごい量群がってるが行列で詰まってるっぽいな。これならいい感じに処理できそうだぜ。撃て矢の雨を降らせよ。突き指取りでも沼が詰まるポイントで少し進軍速度が落ちるのか、若干行列できてそう。こっちは崖で登れないし、ここはかなり強い地形かもしれんな。荒井関所は修理を忘れてたのか壁が結構ピンチ。おい。やばくなったら兵を下げれば多分大丈夫かな？足場のところ叩かれてるし危ない状況だぞ。箱根関所は今回も楽勝？一部死角を攻撃されちまってるし、ここもそのうち回収が必要だな。新しくなった薄い関所はどうやら前線した模様。角の壁が削られたが被害はビビたるもんだぜ。ハマる沼がうざかったのがきっかけだが、新たな防衛網構築で使える土地もかなり増えた。これで資材の確保が容易になる。我々はさらなる繁栄を手に入れるのだおっと荒井関所結局角崩されちゃってるよ。四角に入られ攻撃できてないぞ。足場が崩されても落下しないように横長のブロック使ったけど、失敗だったね。ではホイット削除。うわ
狩人さん、お亡くなりです。白霊霊夢、業務上過失致死傷の現行犯で逮捕だ。私はやってない、こともない。おい。さっきの箱根関所のやつも一匹取りこぼしたのでサクッと処理。そこ階段作っといてよかったな、意外と便利だ。これにて第41の波、勝利であります。6ポイントゲット。では無事新しくなった薄い関所と月指砦でのデビュー戦が終わったところで、労働災害現場を回収しつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。元気の源です。新たな防衛網構築によりもう沼がハマることはない、快適な開発環境を手に入れた霊夢は次は何をするのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。